最近疲れが取れない。毎日なんかだるい。こんなことを思っている方に見ていただきたいです。こんにちは。なりきり読書チャンネルの京介です。今回の登場人物と紹介本はこちらになっております。この動画では、この登場人物の悩みに対して、この本に書かれている重要な3つのポイントを適用して、登場人物の悩みを解決していく動画になっています。皆さんもこの登場人物になりきって考えてみてください。今回ご紹介するのは、鈴木祐介さんが書いた心療内科医が教える本当の休み方という本です。皆さんはですね、どういう時にストレスを感じるでしょうか？嫌なことがあった時にストレスを感じるって思う方が、大半だと思うんですよね。実はストレスっていうのは、この現状の生活からある変化があるっていう時に必ずですね、ストレスが生じるっていうことがあるんですよね。なので、いいことも変化でストレス、悪いことも変化があったらそれストレスということになるんです。で、このストレスっていうのは、実は大きくですね、2種類に分かれてるんですよ。1つ目がこのライフイベントっていうので、人生における大きな変化点とかっていうのがあるじゃないですか。結婚、就職とか転勤とか、そういうのって、ストレスなんですよね。なんですけど、そんなに悪いことではないんです。なぜなら、このストレスには、気づくことができるんですよね。なので、何かしら対処することができるんです。例えば、こういうイベントの前後っていうのは、だいたい会社休んだりとか、終わった後にちゃんと休憩したりするじゃないですか。なので、このライフイベントっていうのはそんなにですね、影響するストレスじゃないんですよ。で、問題なのはこちらの、何気ないストレスなんですよね。それを、この本ではデイリーハッスルっていうふうに呼んでるんですけど、例えば通勤時の満員電車とか、生活の騒音とかですね、あとは家事とか、仕事の締め切りとかですね、同僚とのコミュニケーションの摩擦とか、SNS のチェックとか、そういうなんか日常的にある小さなストレスのことですね。そういうのって、実は気づかないうちに持続的に自分にどんどんダメージを負ってしまっているっていうことがあるんですよ。皆さん、ドラクエってやったことありますかね？ダンジョン毒の面なんですけど、あの、歩くと1ダメージずつ食らっていくんですよね。で、最初の方、HP 大丈夫かなって思ってずっと歩いてると、そのうちですね、気づいたらめちゃめちゃダメージが多くなってた。で、HP がすごい少なくなっちゃったみたいな、そういう状態になるんですよ。で、このデイリーハッスルズっていうのは、まさにですね、この沼のような感じで、普段気づかないんですよね。普段生活してて僕ら HP わかんないので、もうゲームみたいに気づくことできないんですよ。それでじゃあ僕ら HP なくなってしまうかっていうとそういうわけじゃなくて、それに対抗できるものがあるんですよね。それがですね、脳の中にあるこのドーパミンというものなんです。このドーパミンを発することによって、一時的にですね、このダメージを軽減することができる。このダメージに、対抗することができるんですよね。ただこれって、2ヶ月も3ヶ月もずっと出し続けると、そのうちこれ枯渇してしまうんですよ。でそうするとどうなるかっていうと、放心状態になってしまうっていうことなんですよね。なんか皆さんの周りにもそういう方いらっしゃいませんか？すごいストレスの環境でさらされてるのに、なんか何の変哲もなくなんか淡々と仕事してるなっていう人いらっしゃらないですか？実はそういう人も放心状態になっている可能性があります。で、この本はこの放心状態になってしまった人だったり、今ストレス、ドーパミンを出して戦っている人とかに対して本当に休むためにはどうするべきかっていうのを教えてくれる本になっています。今回登場人物設定しました。この早苗さんという方ですね。40歳の方です。普通の会社員の方で、旦那がですね、在宅勤務中心で子供が一人いらっしゃるという、ごくごく普通の家庭の、登場人物になっています。で、この早苗さんはですね、非常に責任感が強いんですね。で、頑張りすぎるところがあるんです。で、他人のためにですね、仕事をしてしまうという、すごいいい方だと思いますよね。ただ、昔はですね、仕事入った時はストレスに敏感だったんですね。仕事のプレッシャーとか人間関係とかあったんですけど、最近はなんかそれに慣れてきちゃってる。ちょっと悪い意味で慣れてきちゃってるということがあるそうです。で、仕事をしてる時には結構ぼーっとすることが増えて、なんか集中力低下してんじゃないかな、みたいなことが増えてきたそうです。で、土日にはですね、友達と会うことも昔はしてたんですけど、最近は一人でゆっくりしたいっていうのが多いそうです。で、家で結構ひたすらゴロゴロする時もあるんですけど、なんか疲れが取れない感じがするなっていうのが続いてるんですよね。なので、そんな早苗さんの目的はですね、この心身ともに健康的な状態になり、日々の生活を充実させるに設定いたしました。
で、この本のですね、ポイントを3つにまとめつつ、今回の登場人物の早苗さんの悩みに当てはめていって、どのようにしたらですね、この早苗さんの悩みが解決して目的を達成できるかっていうことを説明していきたいと思います。1つ目のポイントはですね、休む場所を確保するということなんですよね。休む場所を確保するのは、この心と体の健康を保つために、もう本当に重要なことなんですよね。ただ、この責任感の強い方、特に早苗さんみたいな方は休んじゃいけないっていうふうに思い込んじゃって、休憩を取ることに罪悪感をですね、感じがちなんですよね。しかも早苗さんは家に旦那と子供がいて、休憩場所を見つけるのがすごい難しいような状態になってるんです。で、そういう時はですね、近くのカフェとか静かな場所を探すといいです。で、もう1、2時間とか休憩できなくてもいいんですよ。たとえ短い時間でも自分の空間だけで落ち着けることができれば、それがリフレッシュになるんですよね。で、なぜですね、早苗さんこんなに頑張ってしまうかというと、他人の期待に応えたいから、とかなんて、そういうのが理由で休めなくなっちゃってるんですけど、これって承認欲求っていうのが非常に絡んでるんですね。日本人非常にこの承認欲求強い方いるんですけど、これに関してはですね、こちらの動画で説明をしているので、この承認欲求っていうのをどうやって減らすことができるのかっていうのを見ていただければ、それもですね、休むヒントになると思いますので、ぜひ見てみてください。でですね、仮に休憩できたとしたときに、この時にですね、休憩している時に他の作業をしたり、なんか調べ物をするとか、そういうことをすると逆効果になるので注意してください。罪悪感を感じてしまうと思うんですけど、まずはゆっくり休むことが大事です。それによって再びエネルギーをですね、蓄積できて、日常の仕事とか、生活のパフォーマンスを向上するので、ここはしっかりですね、休んでいただければと思います。二つ目のポイントはですね、自律神経を整えるってことなんですよね。自律神経って皆さん知ってるように、交感神経と副交感神経っていう2つがあるんですよね。交感神経は活発的な状態を促す。で、副交感神経はリラックスした状態になるっていうことが、大体皆さんの一般的な考えなんじゃないでしょうか。半分合っていて、実はですね、半分少しだけ違ってるところがあるんですよ。実はこの副交感神経っていうのはもうさらに2つに分かれてるんですよね。で、背中とお腹側に実は副交感神経ってあるんですよ。で、皆さんが知ってるのはこのお腹の方の副交感神経。これがリラックスする方なんですよね。なんですけど、この背中の方の副交感神経は何かっていうと、これ無気力とか放心状態になってしまうっていう時に、なるんです。動物が死んだふりとかするじゃないですか。あれ、実はこの背中の方の副交感神経が優位になってるってことなんですよね。早苗さんも今この副交感神経の背中側が優位になってるという状態なんですよね。で、交感神経が優位とか副交感神経が優位って、それ自体は問題ないんですよ。ただ、問題なのは、どちらか一方に、状態が偏ってしまうってことが問題なんですよね。で、例えばこの副交感神経の背中側の、部分が優位になっていると、ぼーっとしてしまう時があると思うんですけど、そういう場合は、交感神経を優位にしたり、もう片方のお腹側の副交感神経を優位にするっていう、こういう切り替えることが非常に重要なんですよね。例えば、軽い運動とか外に出てちょっとリフレッシュするアクティビティなんかを取り入れると、そのぼーっとしている状態から一回交感神経に持っていくことができるので、それはすごい効果的だというふうに言っております。で、ポイントなのは、交感神経とか副交感神経をリズミカルに切り替えることなんですよね。この本ではいわゆる揺らぎっていうのを持つことが重要だというふうに言ってます。で、私たちのこの住む世界っていうのは、この揺らぎ、リズムの中で生きてるんですよ。太陽が昇る沈むとか、トイレに行くとか、ご飯を食べる、お腹をすくとかって全部リズムなんですよね。なので、このリズムを感じながら生活をするっていうのは、我々にとってすごい非常にですね、重要なことなんですよね。なので、もう早苗さんは今ですね、この背中側のこの副交感神経が優位になっているので、もうそれをですね、交感神経に切り替えるっていうことをしたり、リズミカルなこの自律神経の切り替えによって健康的な生活を送ることができるようになるということです。で、3つ目はですね、自分に合った回復方法を見つけようということなんですよね。この本では6つ回復方法を紹介してるんですよ。で、どのやり方も副交感神経のこのお腹側のリラックスするっていうことを優位にしてくれる。もしくは、交感神経を優位にしてくれるやり方なんですよね。大事なのは自分に合ったやり方を選ぶっていうのが重要なんです。で、ここで言ってるのは、神に祈る。これは精神的な揺らぎを得るものですよね。あとはですね、テレビを見たりとか、一人でできることですね。そういうことをして喜怒哀楽を自分の中で表現する。それで感情を発散するっていうやり方があります。もしくはこのコミュニティに属して人とつながりを感じるっていうのもいい方法ですね。あとはこの本を読んだり、映画を一人で見たりして、この空想の世界に入るっていうので気持ちをリセットするというやり方も効果的だということです。
もしくは自分でこの考えて、悩みを解決するっていう、そういうやり方も一つ、方法としてあるということです。あとは、食べたり運動したりっていう、ちょっとアクティビティ寄りのことですね。はい。これら6つがですね、アプローチとして自分を回復するためにいい方法だというふうに言っています。どの方法でも自律神経のリズムを作ることに有効なんですが、もし仮に今自分がこの6つの中で1つしかやってない。で、その1つやってるんだけど、なんか調子出ないなっていう時は、他の何かを試してみてください。例えば、テレビ見て喜怒哀楽表現してるんだけど、ちょっとなんかそれだけじゃ物足りないというか、最近ちょっと疲れが取れないって時は、コミュニティにちょっと参加してみるとか、ちょっと本を読んでみるとか、そういう方法、この中に書いてあるやってない方法っていうのを一つ選択して追加してみてやってみるっていうやり方が非常にいいということを書いてあります。はい。なりきり読書チャンネルいかがでしたでしょうか？自律神経が乱れると体調が崩れるっていうのは、あれはやっぱり本当なんですよね。で、リズムが崩れるっていうのも良くないんですけど、この本ではですね、どっちか一方的に入ってるのが本当に良くないから、リズムもちゃんと作りなさいよというふうに言ってます。その中でもですね、特にこの背中側の副交感神経が優位になってるっていうのが一番危ない状況なので、それを何か今ぼーっとしてるなみたいなことを感じたら、アクティブな運動をしてみるとか、ちょっとリラックスして、お腹側の副交感神経を優位にするとか、ちょっとそういうやり方で、リズミカルにですね、自律神経を整えるってことをしてみてください。はい。今回の動画でこの休み方が少しでも分かったという方は、いいねボタンを押してもらえると嬉しいです。はい。で、コメント欄をですね、使ってお悩みをご記載していただければ、今後の動画配信のテーマにもしたいと思っているので、よろしくお願いいたします。皆さんがですね、登場人物と同じ悩みを抱えてしまった時に、この私のですね、この作ったチャンネルの動画がきっかけで、この悩みを解決してもらえるのが私にとって何よりの喜びでございますので、ぜひですね、チャンネル登録をしていただいて、いつでもですね、見ていただけるとお役に立てるんじゃないかなというふうに思います。それでは、また会いましょう。